はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はこちら、この番茄を使って番茄味噌を作っていきたいと思います。それでは本編をどうぞ。はい、というわけでやっていきましょう。今ね、番茄って言ったんですけれども、全国的一般的にはフキノトウと言われるものですね。春の山菜の一つになります。もうちょっと映えるかなと思ってこれに移したんですけれども、こういうねパックから取り出したんですよ。本来はねスーパーにこのようにこんな感じで売ってるんですよ。ね、見えますかね。こういう感じです。もしかしたらスーパーだとこの手のサイズで売ってるかもしれませんね。もう結構ねつぼみを開いてきちゃってるんで、綺麗なやつはね天ぷらなんかにするんですけども、ここまで大きくなったらねもうこれは潰してね細かくして味噌に混ぜるのが一番いいと思います。これで大体ね、1パック大体 70g って考えてもらえると、はい。で今日はね、これね全部仕込みたいところなんですけれども、ちょっとね量が多くなっちゃうんで分かりやすいように少なめの量で作っていきたいと思います。本日は番茄をこの2パック使っていきたいと思います。さあそれではやっていきましょう。番茄刻む前にですね、大元となる合わせ味噌を作っていきたいと思います。こちらですね、味噌 1kg に対して、砂糖を400入れます。この地域のね東北地方の味噌を使っております。はい、まずは味噌を入れます。はじめにねボウルで合わせておきます。一度にそんないらないという方はね、今 1kg って言ってるんですけど少なめで作ってください。半分でもいいですし。はい、そして砂糖を400入れます。はい、そしてねこれだと回しづらいですよね。どうしても味噌が硬くて混ぜにくいので、ここにですねみりんと酒を入れておきます。分量はね、この 1kg に対して、お玉5隻ですね、5隻お玉で1杯ずつ入れてください。5隻っていうのはね1合が180になって、その180の半分ですね、ここに90って書いてあるんですけど見えますか。90、はい、これがね5隻って言われるものです。なので90ですね、90入れてください。みりんを1杯、そして酒を1杯で、これを混ぜておきます。どうしてね先に作っておくかというと、この合わせ味噌を作っておくと後でね、番茄を刻んで炒めるんですけれども、その炒めた後にねすぐ合わせ味噌を加えることができるので、とても段取りがいいですね。はい、こうなります。はい、続いては番茄を刻んでいきたいと思います。こちらですね、先ほどの2パックになります。1パックがだいたい 70g ですね。スーパーに売ってますのでこちらを購入してください。じゃあね、今日は魚じゃないんですけれども、いつもの恒例のものをやっていきましょう。さあさばいていきましょう。本日も全集中でいきたいと思います。じゃあ刻んでいきましょう。いつもはねもう量が量なので、僕なんかはいつもミキサーを使ってます。こういうの使って、この方がね手っ取り早いのでこれでやっちゃってますけども、ただね今日は家庭でということなので包丁でやっていきたいと思います。でね、刻んでいくとどんどんアクが回って黒くなっていきますので、ここは手早くやりましょう。切り方は決まりはありません。ただ刻んでいけばいいだけです。こうやってねひとまとめにして、もうざく切りでいいです。ここは大きめにねザクザク切るのもいいですし、ここはもう本当お好みです。こうやってね切っていくとすごくねフキノトウ、番茄のねいい香りがするんですよ。はい、もう番茄好きにはたまらないですね、この香りが。はい、でボウルに移していきます。こうやってね切ってすぐほら見てください、すぐ黒ずんできちゃうんですよ。はい、空気に触れるとねアクが回ってきますので、はい、手早くいきたいと思います。もうねほんと簡単なので、初心者の方でも普段料理をしない方でもあっという間に作ることができます。都内だとねスーパーでしかお目にかかれないと思うんですけれども、地方の方はね番茄というのはとても馴染みがあってね、この辺のね山には当然ありますし、
山以外にもね、例えばこの近所の公園なんかにも生えてたりするんですよね。地方の方にはとても人気のある山菜です。でね、天ぷらも材料としてもとても人気があります。これを天ぷらにするととってもかっこいいんですよね。この収録しているのがちょうど4月の後半なんですが、番犬がねそろそろ終わってきちゃったんですよ。もし手に入ればね、天ぷらもお見せしたいと思います。こんな感じですね。はい、ではこれを炒めていきたいと思います。はい、ではやっていきましょう。鍋をある程度熱したら油を加えます。油は自宅にあるもので何でも結構です。サラダ油でも結構ですし、ごま油とかね入れちゃうとバランスが崩れるかもしれないので、オーソドックスな油でいいと思います。うちなんかは米油を使っているので、米油を入れたいと思います。だいたい大さじ1ぐらいかな、いいと思います。はい、番茄を入れていきます。はい、いい香り。ほんとね、油との相性がいいんですよね、この番茄っていうのが。はい、入れましたと。そしたら炒めてください。こんな感じですね。火加減はだいたい 2,3 分ってところですかね。見てられるなら中火ぐらいですかね。中火よりちょっと弱め。もしここから離れるのであれば弱火でやった方がいいと思います。とにかくね、焦げないように気をつけて回してください。こんな感じですね。はい、2、3分経ちました。そしたら一度火を止めてね、味噌を足していきます。はい、味噌になります。これをね投入していきます。ゴムベラを使ってきれいに入れてくださいね。はい、入れました。そしたら再び火をつけて、で今度は練っていきます。初めはね中火よりちょっと弱めで混ぜてください。だいたい10分ぐらい目安ですかね。はい、でふつふついってきたら今度は弱火にします。はい、であとはひたすら練るだけです。今ちょうど10分になろうかとしてるところですね。はい、はい、今10分ちょうど練りました。そしたらねこれを冷まして粗熱を取って、そして今度はね瓶詰めしていきたいと思います。いやー美味しそう。悩んでたこの場所でさ、一人きりで海を渡り遠い場所へ身を運んだ。快晴の空の下、夏の匂いがまた僕を包む。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おっす。強く見えたたくさんのこと学んだ今を思えばもう怖くないさ。